はい、こんにちは。トラスト企画の阿部ちゃんです。トラスト企画のメイキョンです。そして花です。今日はですね、なんとも痛ましい感じの車が後ろに並んでるんですけど、これ相当事故ってません？この FD。なんかもう見て、ルーフ、思いました。ルーフで誰かトランポリンしたんじゃないかみたいな感じ。ちょっと重い。ひっくり返っちゃったんだよね。ですよね。さあさ回転車。これはどっから来たんですか？解体屋から買ってきたんですか？あ、これは新潟県です。新潟。これ買い取りですか？買い取りです。で、最初これ一応ね、言うと、最初この状態ではなかったです。買い取り中に落ちちゃったとか。違います。廃車じゃん。お客さんが今この状態に今なってますけど、ね、事故った時はこの状態だったんだけど、お客さんが勝手に車バラバラにして、なるほどね。パーツ取りにしようと思ったんですけど、トラスト企画自分で何とかしようとしたんですね。だからこの状態じゃなかったですね。バンパーもついてないし、ヘッドライトもついてないし、内装もどんがらでした。ああ、ダッシュボードもついてない。あ、そうなんですか。ハンドルも当然ついてないし。じゃあ買ってきてからエンジンの中も部品ついてなかった。そうなんだ。そういうパターンって結構あるんですか？お客さんがもうバラしちゃうみたいな。なんかね、ひっくり返っちゃったんで、なんか査定を出したら、まあ安かったんだね。なるほどね。で、自分でもう1台 FD 買おうと思って、それの部品取り用と、あとはコンディションのいいものを売って補填しようかな。なるほどね。ことだったんですかね。なるほど。もうどうしようもなくなっちゃったんですね、きっとね。アパートの駐車場でやってますからね。無理ですよ、それは無理だよ。アパートちょっと斜めになったちょっとそれは無理だよ。ここでやるんですかって言ったら、危ないっすねっていう感じで。ワイルドだな、部品盗まれても困るしね。そう、途中で断念したからで、一応言ったの、バラバラになってますねって話で、バラバラだとエンジンもかけられないし、困るんですけど、自分でもう一度組み直せますかっていう話したら、時間1ヶ月ぐらいあればなんとかなりますみたいな。そうですよね。駐車場でやってますからね。アパートの休みの日に日曜お仕事されてる方。大変だ。いや大変だ。やろうかなって言ってて、1ヶ月経ちました。連絡しました。どうなりましたって言ったら、まだできてます。忙しいから結構バラすのってすぐできるんですけど、組み直すのって大変なんですよ。じゃあそれでいいですと。バラバラでも部品はアパートの部屋にあるし、一応ネジとかも取ってありますって話だったので、じゃあいいですよ、組み立てはうちでやりますからっていう話で。優しい。そうバラバラの状態で買ってきたんですね。買ってきました。ないっすよ。ハンドルないし、メーターないし、ダッシュボードないし、シートもないし、シートも運転席も助手席もないですから。本当にシートもないですから。スペアタイヤとかもなくなってましたから。全部ないですね。エンジンルームもインタークーラーとかパイピングとか外れたんですね。全部外れて。しかも中途半端。素人にそこは外さないだろうっていう。プライベーターにありがち。そこじゃないよねみたいな。メンバー来て上に上げろって。なるほどね。そこで先切っちゃうからと思って。いやもう駐車場ですからなかなかできないですからね。これにしようと思ったんですかね。じゃあその状態で買ってきたんですけど、あれですか、トラス企画の敏腕メカニックの方が。そう。チャチャカッという間に。でもやっぱりね、部品足んない。そうなんだ。でほら、自分たちは部品をエンジンかけないようにしなくちゃいけないから。そうですよね。見てほら。なんかもう一台来ました。もう一台見て、あれも事故っちゃってるやつ。引っ張られてますね。でも廃車だと思うんですけど、こんなにぶつかってて部品も足りないし。すごいですね。でも高いんだ今。そうなんですか。この状態でも6型だから。そうなんだ。アサースター R だから。うわ、もうスポーツカー専門店で買ったらしいですね。1年前に。
1 1年年前前。に行ってこれかわいそうなさん何百万も出して。ご愁傷様です。でももう1台買おうとしてるんですよね、きっとね。そうですね。すげえ、はい。セブン好きなんですね、きっとね。はいなかなか大変ですよ。どんどん値上がりしてるから。ちょっとね、もともとバラバラだった車どうなってるか軽くちょっと見てみたいですよね、皆さんね。そうですね、メカニックの方がどういうふうに。ちょっとまずエンジンから。全然バンパーとかさ、ここはレインホースとかこうヘッドライトとかも全部外れるって。まあボンネットはついてたけど、はい。エンジンルームも開かないの。詰まってやる。よいしょ。おお。でもパンパンな感じですね。パンパンですね。見た感じノーマル。こういうのも全部外れてて、そうなんだ。もうここも切っちゃってて、もうなんだよみたいな。あ、そこじゃねえだろ。バッテリーも外れてるし、バッテリーもねえし、もうかかんないですね、そしたら。もうこういうネジすら取ってやったからね。へえ。でここまで戻しました。ほら、戻したよ。ほら、見て。小田さん戻ったよ。ほら、ちなみにここら辺のガスケットとかなかったからわざわざ CP 取り寄せて使いました。っていうことはエンジンかかるんですか？エンジンかかります。まあ、調子はあんま良くないかもしれないですけど。今かけないですけど、はい、エンジンかかるようにしました。エンジンかかるようにしたよ。バラバラだったのに。得意ですね、トラスト企画。そうそうそう。すげえな。ほら、バラすのもできるけど、組み立てるのもできるから。はい。この中途半端なさ、感じに仕上げてあります。はい。じゃあ中もね、中も今こうなってるけど、はい、全部なかったですから。ちょっと開けないですけど、まあ見てください。シートとか今シートとかありますね。これあれだよね、本当バラバラになった時に撮影したのよ。ああ、そうですね。ビフォーアフターとして。その状態で車買うんですか？そうそう。いや、そりゃそうです。うちはね、最悪もしこれダメだったら、はい、もう一回バラします。あ、そうなんですか。ダメだったら。もう一回バラしてパーツにしちゃう。なんだってエンジンはかかんないと、その売れないじゃん。同格して販売するから、保証つけて販売するから。ね、エンジンかかんない状態だとジャンクじゃん。値段下がっちゃう。そう、全然値段が違っちゃう。皆さんもね、だってロータリーなんか特にね。一番ダメなパターン教えるね。はいはい。ね、エンジン動いてたんだけど、下ろしました。はい。買ってください。ダメ。論外です。同格できないじゃん。あ、そっか。そうですね。下ろす前に言ってよねって感じ。そうですね。それだったら OK ってことですか？特にすぐエンジンね、ブローしちゃう。そうですね、ロータリーはね足くなくなっちゃう。はいはいはい。で大体下ろすエンジンってさ、ダメじゃん。下ろす理由がだってバリバリ調子いいですよってエンジン下ろさないです。確かにそうですね。部品の買い取りにしてもそうなんだけど、単品でエンジン乗ってもらえても値段はそうつかない。なるほどね。うちの保証がなぜつけられるかって言ったら、うちで同格していくから。そうですね。しかもちゃんと確認していくから、細かいところまで。だってこれを使ってる車に新品のパーツつけてまでエンジンかけようとしてるわけね。普通はありえないですけど。じゃあちなみに、例えばエンジン単体とかで買い取りしてほしいですみたいな時は、車に乗ってエンジンかかる状態でとりあえず呼んでねって感じですよね。そうそうそう。例えば自分でつけたばっかりのさ、レカラシートだったりさ、なんか桃のハンドルだったりさするケースだってあるでしょ。でもそれは外して売りたいなっていうのあるじゃん。なるほどね。でそういうシートとかさ、ハンドルとかはパッと見でわかるからさ、いいけどさ、エンジンとかね、コンピューター。ああ、コンピューターもね、そうですね。そう、あの辺は単品で持ち込まれてもなかなか難しい。判断が難しい。まだコンピューターの場合はちょいっとこう外して違う車ピッてつけて同格できるんで、そんなにこう値段がこうガツンと落ちることないんだけど、エンジンはおせ替えしなくちゃいけないんで、阿部ちゃんの奥さんと車みたいになっちゃいますから。そうですね。はい。ボランティアしなくちゃいけなくなっちゃいますから。すみません、ありがとうございます。
そういうことですからはいでもうち相当高く買ってるよ。あ、そうなんですか？うんいやでも側見たらもう廃車じゃんと思うんですけど。一応買う人いるんだって。ね。多分お客さんが例えばバラバラにして個人でパーツを例えば単品で売ってった合計金額よりも、はい。うちの査定金額の方が絶対高いはずです。やっぱマルシャの方が高いですか？マルシャンが高い。あ、そうなんだね。やっぱりね。FD はバラしても利潤は発生しないです。聞きました皆さん。事故った時は、はい。丸ごとトラスト企画に言ってください。外してもらいたいものはうん後日外してお送りしますから。あ、なるほどね。そうですね、言ってますもんね、はいそういうその辺のね、外す前に言ってください。その辺の手間もうちがやるんで、はいやるんで。はい。もうバルバルになってても、もうパーツがもう本当に原寸大プラモデルだから。あ、そうですね。1分の1。そう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 。解体と組み立てはね、しょっちゅうやってますから。はい。大得意ですね。大得意です。毎日やってますから。毎日やってますから大丈夫です。はい。苦痛じゃないんで。しかも同じような車ばっかりやってますから。もう手順もね、もうバッチリですから。目つぶってこう目隠ししてもできちゃう。あ、その企画やりたいな。やばいな。ねやり誰かたい。やってくれるメカニックいるかな。いや、バッテリーぐらいしか外せないんですよ。めちゃくちゃ面白そう。まあなんで、FD ってほら結構事故る車多いじゃないですか。ピーキーだからちょっとね、ハンドリングみたいな、雨の日とか結構怖いんですよ。だからこういう車もああいう車もね入ってきちゃうんですけど、うちにいっぱいあるんですよ。事故ってる車。事故ってる FD の方が断然多いというか。普通のやつ逆にないみたいなね。少ない。なんでさこう事故ってる車いっぱいあるか。お客さんが単品でさっき言ったようにバラしてもうちの査定金額に達しませんよっていうね。でそんだけ高く買ってますよっていうこと。実はねこの車ね直しちゃう人多いっすよ。あ、そうなんですか？ここまで行っちゃってたの。びっくりでしょ。もう廃車にしか見えないですけどね。ルーフもすっごい高いんだもん。そうなんだ。ルーフ直せるのかな、あれすごいですよね。押し上げてこうやってやるのかな。ルーフなんか吹っ飛ばしてカーボンにしちゃえばいいじゃん。あ、なるほどね。最近流行る。そんなの。そうでカーボンにしましたっつって売るんですね。そうさもチューニングしたようにして。そういうことか。そういうことですよ。でもうちは直しはしないんです。いやね、うちはね、やっつけ板金しかしないですから。だいたい5割から7割ねぐらいの。そうですね。前回もね言ってましたけど、その辺で中途半端に仕上げます。いやほら皆さんにやる伸びしろね作ってるわけですから。最後の楽しみはプライベーターでもできるように自分らはここまでは直しますよっていうふうにあげてますから。やろうと思えば全部できますけどね。できるよそれは。当たり前です。できるけど。なんか言う費用対効果っていうかね。そう儲けがなくなっちゃうからやってないだけなんですよ。あとは専門のプロのバンキャーさんにお任せしますよっていう。美味しいところはその方が楽しいじゃないですか。ね。まあ都合のいいこと言ってますけど。めんどくさいところはうちで。バンキャーさんをサポートする会社ですから。だってこういう形までバラバラにしてる状態だとバンキャーさんだって困るでしょ。そうですね。確かに。でやっぱ組み立てであった方がほら直しやすいでしょ。エンジンもかからないとね。うちをワンクッション挟んでもらって。それが大切です。エンジンかかるようにしてあげた方が確認できるでしょ。ね。これなぜかっていうと一つ理由なんですよ。組み立てなくちゃいけない。業者オークションってあるじゃないですか。はい。バラバラになってる車は出品できませんから。残念。欠品が多い車は出品できません。そうなんですね。そういうルールです。でもなんかほら事故現状コーナーってあるじゃないですか。あれってこうどのぐらいの事故までいけるんですか。ラインというか。ライン的なオークションの人の判断ですね。持ってってダメっていう時もあるんですか。あるある。あ、そうなんだ。あるある。そううちもねどこまで部品が欠品してたら断られるかってやってみた。やってみたんですね。やってみたんだ。でも気になるよねそれね。ネタみたいな YouTube の。一応ね某大きなオークションだと大きなところのパーツが3点以上欠品した場合は出品できませんよ。大きいところという例えばシートが両方ないとか。あ、なるほどね。シート関係あるんですね。ハンドルないとか。
重要なところもあるよ。メーターがないとかさ、エンジンがないとかあダメ。ー特にエンジンないとかダメ。あ、ダメなんですね。お前ミッション抜いてさ出したことある？ちゃんと書いたんですか、ミッションなしみたいな。いやいや書いてないけど。ミッションのは空欄にしといたけど。試したんですね。あ、何も書かず。何も書かずに未記入で出したんだよ。だからさすがにミッションない時はってこと。最初 OK だったの。あ、そうなんですか。おお。最初。へ最初 OK で。え。はい。でうちほらミッション抜いて出した時あったの。はい。マニュアルのね。はいはいスポーツカーのマニュアルでミッションだけ欲しいとか。はい。あ、なるほどね。乗せ替えとかでね。はいだからミッションだけ欲しいからミッションだけ抜いて出したりとかしたことあるんだけど、なんかそれをね真似した業者がいて、なんだよ。まあそこにあるハイエースみたいなのがはいあるっつうじゃん、はいそこにハイエースなんだけど、はい最初のあれのエンジンミッション抜いた車が出されるようになったんですよ。それ内側車高がねあめっちゃちょっと高いんですよ。なんか違和感があるんで、なんで車高高いのかなこの車とかって言ってて、リフトアップかなみたいなね。そう車高がタイヤとドアのこの隙間がのところなんかすごい上がってて、へなんでこの車高上げてんだろうフロントだけとかって思ってよく考えたらエンジンミッションないの。真似すそれる。がねなんか売れるんだって。そうなんすか。そう売れるじゃん、落需要は札されるじゃん、はいね。いやすげえな、エンジンミッションないのにどうすんだろうあの車とかって思うじゃん。はい。次の週また出てんのでさ、次の週も売れてんの。どういうこと？毎週売れてんいやの。持って帰ってきてあれってなるじゃないですかえやっぱり。ほら見ないで買うからね。あ、な特るほどね。に輸出業者の人たちなるほどねってほらでかい機械でさ、はい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 。こうガチャ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 とかってやってさ買ってんだけどまさかエンジンミッションついてないと思わないもんね。ドッキリかと思いますね。それからエンジンのミッションついてない車は出品はできませんになったの。それうちのせいにはじゃないですかもう。いや健全になったね、あ、よかったよかった。オークション会場。はい。ルールを変える会社って言われてます。トラス疑惑そう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 関係の皆さん本当すいませんでした。言っちゃってる。言っちゃってる。今 P ね P。でもあれじゃない、やっぱりそういうルールをね健全化するためにやっぱりはみ出す人が出ないとそうですよ。ルールって変わんないんじゃない。そうそうそう常識ってあるじゃん。そうですよ。常識だから今までそのルールってのはなかったんだけど、そうそうそう常識からはみ出すとルールって改正されるよね。ね、他の人が困らずに済むように、うちがもう試してやったんだよみたいなね。まあ利潤を得るためにやったんだけどね。そもそもまあ物はいいよってやつ。そうそう物はいいよ。はい、一緒なんかしいかな。そうですよ。ね、高速マニュアル。まあということなんで、もうこんなもう見た目廃車じゃんみたいな車でもね、セブンだったらマルシャでトラス規格高く買うらしいんで、皆さん事故って困ってる人連絡してください。誰が書いて言うんじゃない。注意点。なんかすっごい高く買ってくれてると思ってんじゃん。みんなそう言われでも言ってましたよね最近ほらめっちゃ言われるって言ってたから。でもさっきこういうのばっかり持ってきちゃダメだって本当に。ちゃんと動けやと持ってきてもらわないとダメですよ。まあエンジンかかればね。エンジンかかれば。エンジンかかれば。はい。エンジンかかれば買ってくれるんですよね。いやエンジンかかんなくてもいいよ。あ、かかんなくてもいいですか。結局できればエンジンかからないで綺麗な車の方がいいな。ああ。これね、車積んで帰ってくるときに一汗かいて来ましたから。よいしょっつって。違う部品。あ、ないか。部品ないんだ。アパートの上からこう下ろしてきて車に積んでその作業で結構何時間もかかってますその辺もやってくれるんもうです運転したくないですね。ハンドルもつその後いてないから。あ、どうやってハンドルも積むんだって。こうやってネジでこうつけてこうハンドルつけて仮止めでいいですあ、なるほどね。やば。途中にもう一回外すからみたいな感じでめちゃくちゃ大変ですね。大変だったんですよ。現場でアパートのちっちゃいところ狭いところで。今日はね、セブンの事故車紹介しましたけど、もうミーク言ってた通り、できれば綺麗な車でもお願いしたいですけど、まあ事故車も買うよっていうことだけ覚えておいていただけたら。決して高くは買いません。だって他のとこ買ってくれないもん。間違ってること言ってる。他のとこ買ってくれ他のないじゃないですか。とこよりもちょっとだけ高いって言ってください。じゃあちょっとちょっとだけ。まあでもちょっと高い方に売りたいと思うんで、持ってる方いたら連絡してください。事故っちゃった方もとりあえず連絡お待ちしております。でね、今日は隣にまた気になる車1個あるんですけど、これはまた別の動画でお伝えしますので、今日はこれで
お別れです。はい、他の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございます。またお会いしましょう。脱線祭りだな。脱線祭り